よく貯金がたっぷりあるからいざという時も安心だなんて言いますよね。銀行の口座残高を見てほっと胸をなで下ろすみたいな感覚ですよね。そうなんです。でも、もしそのお金を引き出す ATM が全部壊れていて、さらに銀行の窓口も完全に閉まっていたらどうでしょなるほど。いくら口座に莫大な数字が並んでいても、今日あなたが食べるパンを買うための現金は手に入らないわけですね。はい。その数字上の安心と物理的な現実の残酷なギャップって、あらゆる危機管理で一番見落とされがちなんじゃないかと思うんです。まさにその通りです。数字がそのまま自動的に私たちの生活を守ってくれるわけではありませんからね。ですよね。なので、今回のディープダイブでは、今まさに私たちが直面しているその恐ろしいギャップについて、あなたと一緒に解き明かしていきたいと思います。2026年3月現在、事実上の封鎖状態にあるホルムズ海峡危機ですね。はい。米国とイスラエル、そしてイランの軍事衝突にあって、世界のエネルギーのチョークポイントが止まっています。ここでリスナーの皆さんに向けて明確にしておきたいんですが、米国やイスラエル側はこれを軍事目標に限定した正当な作戦と主張していますし、イラン側も自国防衛のための正当な報復措置だと主張しています。そうですね。今日の私たちの目的は、どちらの政治的な主張が正しいかをジャッジすることではありません。はい。あくまで中立的な立場から現状を見るということですね。その通りです。私たちの目の前には、複数の専門機関の調査報告、ニュース記事、アナリストのレポートの束があります。この資料から日々の生活を直撃する事象の本当のメカニズムを紐解いていくのが今回のミッションです。日本に迫り来る物理的なサプライチェーンの危機を直視するということですね。はい。そこで今回のフォーカスなんですが、資料を読んでいて最大の謎にぶち当たりました。何でしょうか。日本には世界最高水準と言われる254日分の石油備蓄のあるはずなんですよ。それなのになぜ今私たちの手元で燃料不足が起きようとしているのか。ああ、なるほど。そこですね。だって中東を2月末に出発した最後のタンカーが日本に到着するのは輸送に約20日かかるので3月20日頃のはずですよね。物理的な距離と船の速度を考えればそのタイムラインで間違いありません。なのにまだ最後の船がついてすらいない3月中旬の今の段階ですでに重油不足による発電所の計画停止とかが起き始めているんです。これ不思議じゃないですか？確かに一般の感覚からすると矛盾しているように見えますよね。これを聞いているあなたもまだウニの上に石油があるなら出し惜しみせずに使えばいいのにって思いませんか？そう思うのは自然です。正直なところトイレットペーパーのパニック買いの時のように石油の元売り業者が利益を上げるために意図的に在庫を隠しているだけなんじゃないかって疑ってしまいますよ。まあそう見えてしまうのは無理もありません。しかし現場で起きているのは悪意による売り惜しみではないんです。利益追求の価格操作とかではないと？はい。これは企業の本能的な防衛反応、いわゆる BCP、事業継続計画に基づく極めて構造的な連鎖反応なんです。本能的な防衛反応、つまり利益のためじゃなくて生き残るためということですか？そういうことです。まず前提として日本の国内製油所の稼働率は3月中旬の時点ですでに 69.1% まで低下しています。そんなに落ちてるんですか？はい。原油というのは単一の魔法の液体ではなくて、中東産の特定の油種に合わせて日本の製油所の設備は緻密に最適化されているんです。なるほど。そのいつもの材料が来ないとなると全体の生成バランスが一気に崩れてしまうんですよ。ケーキ屋さんで言えばいつも使っている特定の小麦粉が届かなくてお店全体のオーブンの稼働を落とさざるを得ないような状態ですかね。まさにその例えの通りです。そして元売り業者にとって一番恐ろしいのは次の単価がいつ来るか全く目処が立たないというアンクラミなんです。次がいつ来るかわからない。もし今ある在庫をこれまで通り市場に出荷し続けたらどうなるか。数週間後には製油所のタンクが完全に空っぽになります。そうなると製油所という巨大なシステムそのものが完全停止してしまうんです。一度火を出した製油所を再稼働させるのは想像を絶するコストと時間がかかります。完全にストップしてしまうわけですね。でも、一般のガソリンスタンドへの供給を絞ってまで元売りが守らなければいけないものって何なんですか？元売り会社には公共交通機関であるバスや鉄道、公益自治体の緊急車両、そして病院の非常用電源といった重要顧客への供給責任があるんです。なるほど。これらは文字通り国家の生命線です。ここへの供給が途絶えれば社会システムそのものが数日で崩壊しますから。だからこそシステム全体の死を防ぐために早期に一般向けの出荷制限をかけざるを得ないと。その通りです。これがまだ最後の船が来る前になぜ枯渇感が出るのかという本当の理由です。なるほどな。利益のためじゃなく国家の生命線が完全に川上がるのを防ぐためのトリアージみたいな延命措置だったんですね。まさにそういうことです。じゃあそれに対して政府が打った対策はどうでしょう？資料の中に民間備蓄の義務量を70日分から55日分へ15日分引き下げるっていう告示がありましたよね。はい、ありましたね。これ単純に考えれば政府が15日分の石油を開放してくれたんだからこれでガソリンスタンドにも石油がドバッと供給されて問題解決って思いきやそうはならないんですよね。やっぱりそうなんですか？閉酷な現実を突きつけるようですが、現在の状況下ではこの民間備蓄15日分の放出は実質的に無意味だと言わざるを得ません。無意味？政府がわざわざ義務を減らしたのにですか？法的に縛られていた15日分がフリーになったんですよね。ただ備蓄義務日数を減らしたところで物理的に新しい石油がどこかから湧いてくるわけではないんです。まあそれはそうですね。元売り会社の敷地内にある巨大なタンクの石油について法的に手をつけてはいけなかった在庫というラベルが自由に扱っていい在庫というラベルに貼り替えられただけなんですよ。タンクのラベルが変わっただけ。でも自由になったなら売ればいいじゃないですか。政府が出せって強制はできないんですか？できないんです。ここで先ほどの防衛反応を思い出してください。
元売り業者は次の船が来ないという枯渇の恐怖から出荷制限をかけていますよね。はい、生き残るために。ラベルが変わって法的に自由になったからといって、じゃあ遠慮なく市場に出そうとは絶対になりません。ああ、恐怖の根本原因である次の供給が保証されていないから。そうなんです。次が保証されない以上、彼らはその15日分も最後の命なとしてタンクに抱え込みます。わあ、これは厄介な構造ですね。いくら政府が出していいよと許可を与えても、出す側の企業が怖くて出せないなら、末端の私たちには一滴も届かないわけだ。そういうことです。空回れになってしまうんです。じゃあ民間備蓄が機能しないなら、残る希望は国家備蓄ですよね。資料によれば、日本には約146日分もの膨大な国家備蓄がある。これが3月末から放出される予定になっています。ええ、国家備蓄の量は確かに膨大です。しかし、ここにも最大の壁が存在します。実は私、このレポートを読んでいて、ハッとしたんです。何でしょう。備蓄の放出って、家の水道の蛇口をキュッとひねるようなものだと思ってたんです。でも、実はそうじゃなくて、山奥の巨大なダムのゲートを開けるのと同じなんだなと。ああ、それは非常に面白い視点ですね。ただ、水門を開けるだけでは水は届かないと。はい。ダムのゲートを開けて、水が流れ出しても、それが川を下り、途中で浄水場を通って不純物を取り除き、複雑な配管を通ってやっと私の家の蛇口から水が出るまでには気が遠くなるような時間がかかりますよね。ええ、かかりますね。国家備蓄の放出もそういうことですよね。その通りです。単なる移動ではなく、複数のボトルネックを通過しなければならないんです。その気が遠くなるような時間、つまりタイムラグの正体を4つのフェーズに分解してみましょお願いします。第1に契約と入札のフェーズです。国家備蓄は政府の所有別なので、これを民間に払い下げるには法的な手続きや入札が必要です。緊急事態とはいえ、行政手続きでどうしても数日はかかるわけですね。はい、ハンコと書類のやり取りはスキップできません。次に第2が輸送フェーズです。輸送ですね。国家備蓄基地というのは、鹿児島県の志布市や青森県の陸奥小河原といった消費地や主要な製油所から遠く離れた場所にあります。はいはい。そこから国内各地の臨海製油所まで内航船で運ぶ物理的な壁がありまして、天候にも左右されますが、これでまた数日から1週間かかります。ここでようやくダムの水が川を下り切った状態になるわけですね。ええ。そして第3、これが最大のボトルネックです。生成フェーズです。生成。国家備蓄の約 97% は、そのままでは車のエンジンにも発電所にも使えない真っ黒でドロドロの原油の状態で保管されています。ガソリンや軽油の形できれいにタンクに入ってるわけじゃないんですか？違うんです。製品の形での備蓄はごくわずかです。原油のままの方が劣化しにくく、多様なニーズに対応できるからです。ああ、なるほど。しかし、その代償として製油所の巨大な蒸留塔で原油を加熱し、ガソリンや軽油、重油へと分流して生成する科学的なプロセスがどうしても必要になります。さっきの私の例えで言う浄水場の部分ですね。まさにそれです。この生成には物理的な時間がかかり、化学反応のスピードをこれ以上短縮することは不可能です。ここでまた数日から1週間かかります。気合で加熱時間を半分にするとかは無理なわけですね。科学の法則は曲げられませんからね。そして最後に第4の物流店頭反映フェーズです。運ぶ時間ですね。はい。生成された製品をタンクローリーで各地のガソリンスタンドに運び、ようやく看板の価格に反映される。これらを全て合計するとどうなるか。どうなるんですか？政府が放出と決定してから店頭に並ぶまでにどうしても2週間から3週間のタイムラグが発生してしまうんです。2、3週間。つまり中東からの最後の積み値が尽きかけている今の状態から、国家備蓄が本当に私たちの手元に届くまでの間、完全に空白の3週間が生まれてしまうということですか？そういうことです。備蓄がたっぷりあるという数字上の安心感とは裏腹に、私たちは今物理的な製品が確実に不足する危険地帯、まさに空白の3週間に突入しようとしているんです。これを聞いているあなたは、でも私車に乗らないからガソリン代はあんまり関係ないなって思っているかもしれません。そう考える方も多いでしょうね。でもここからが本当のサバイバルなんですよね。ガソリンスタンドだけの話じゃありません。私たちの生活インフラはどうなってしまうんでしょうか？まず直撃するのが物流のパニックです。トラックの燃料である軽油はガソリン以上に代替が効きません。レポートの最悪のシナリオでは、軽油がリッター300円に達するという試算もあります。リッター300円。資料によれば、そんな価格になったらトラック運送事業者の 97% が赤字に転落するって書いてありましたよ。スーパーの棚から食べ物が消えるリスクに直結します。怖いですね。燃料費が高騰しても、その日のうちに運賃に転嫁はできませんから、さらに先ほどお話した出荷制限によって、長距離トラックが途中のガソリンスタンドで給油を制限されたり、最悪断られたりする事態も起きます。それって日本の血液である物流が止まるってことですよね。ネット通販も届かないし、工場に部品も届かなくなる。それだけではありません。製造業そのものへの打撃も致命的です。石油製品の中でもプラスチックや構成ゴムの原料となるナフサは、日本はその約 70% を中東に依存しています。資料にありましたね。国内のナフサ在庫は残り2週間分しかないって。はい。ナフサが枯渇すれば、自動車の部品も家電の筐体も私たちが毎日使う食品の包装フィルムも作れなくなります。なるほど。物流が止まって原料が運べないことと、そもそも原料のナフサがないことのダブルパンチで、日本の製造業が完全にストップしてしまうと。車を持っていなくても、スーパーの食品パックや家の中の家電など全てが影響を受けるんです。でもここまで聞いて、あなたはこう思うかもしれません。物流が止まって工場が止まるのは怖い。でも最悪家から一歩も出ずに温かいご飯を作ってしのげばいいやと。家の電気や都市ガスは石油とは違うシステムだから安心だと。そうです。でも現実はもっと過酷なんですよね。
そこで浮上してくるのが、レポートの束の奥底にあった石油とは違う第3の時計と呼ばれる LNG 液化天然ガスの危機です。はい、そこがまた非常に重い問題です。私このエネルギーレポートを見ていて背筋が凍ったんですよ。石油の備蓄が254日分ある一方で LNG の在庫って12日分しかないんですよね。これ桁を間違えてるんじゃないかと思ったぐらいで。桁は間違っていません。非常に危うい綱渡りの状態です。LNG には原油のような大規模な国家備蓄制度が存在しないんですよ。大手電力会社の LNG の在庫は平均してわずか2週間弱しか持たない。なんでそんなに少ないんですか？石油みたいに巨大なタンクに貯めておけばいいじゃないですか？それが物理的に難しいんです。LNG は天然ガスをマイナス162度という超低温で冷却して液体にしています。魔法瓶のような特殊なタンクに入れておいても少しずつ気化してしまうため長期保存ができないんですよ。マイナス162度。じゃあ常に輸入して常に使い続けるしかない自転車操業のエネルギーってことですか？その通りです。もし中東のカタールなどからの LNG 不戦が遅延したらどうなるか。欧州など世界中の国々と限られたスポット市場の LNG を奪い合う血みどろの買い付け競争になります。うわ価格は瞬時に暴騰し、最悪の場合お金をいくら積んでも買えない事態になりかねません。でも、今のところ家の電気は点入ってますし、電気代も昨日今日で急に3倍になったりはしていませんが。そこが LNG の恐ろしい遅効性なんです。遅効性。はい。LNG の輸入価格は通常3ヶ月から4ヶ月前の原油価格などに連動して決まる仕組みになっています。つまり今現在中東で起きている暴騰の影響が電気代や都市ガス代の異常な値上がりとして家計を直撃するのは夏場以降になるんです。忘れた頃に爆発する時間爆弾ですね。数ヶ月後にとんでもない請求書が届くということですか？そうです。そしてもう一つ付け加えておきたいのはマクロ経済の視点です。レポートには交易条件の悪化という言葉がありましたよね。ああ、それ気になってました。交易条件の悪化って難しい用語ですけど、リスナーの皆さんに分かりやすく言うと、日本が明かりを灯し続けるためにだけに国の富を海外に流出させているってことですか？完璧な要約です。単なるエネルギー不足の問題ではなく、日本という国から海外へ尋常ではないスピードでお金が吸い取られていく根本的な国力の破壊を意味しているんです。なるほど。ここまでのディープダイブをまとめましょう。日本には備蓄254日分という頼もしい数字があります。これは決して嘘ではありません。でもそれは今日すぐ効く魔法の薬じゃなかった。ええ。元売り会社が生き残るための出荷制限、それに伴う民間備蓄放出の機能不全、そして国家備蓄を原油から使える形にするまでの生成と輸送のタイムラグ。はい。こうした動的な脆弱性によって私たちは今まさに空白の3週間という危険地帯のど真ん中に放り出されています。そしてその影響は物流、製造業、さらには数ヶ月後の電気代という形で私たちの生活を確実に蝕んでいく。数字上のストックだけを見て安心し、それが末端の消費者に届くまでのフローの室さを軽視してきた結果が今の危機をより深刻に見せていると言えますね。最後にこれを聞いているあなたに一つ想像してみてほしいんです。もし私たちの生活インフラが遠く離れた中東の海峡の封鎖と3週間の物流生成ラグの上にこれほど脆く成り立っているのだとしたら、この地政学的危機の真っ只中である今、もし日本国内の製油所や輸送網を寸断するような巨大な自然災害が同時に起きたら一体どうなってしまうでしょうか？それは想像を絶する複合危機ですね。いくら遠くの基地に備蓄があってもそれを届ける欠陥が完全に断たれてしまうわけですから。はい。私たちが今後追求すべき本当のレジリエンス、回復力というのは、ただ遠くの海邊に巨大な石油タンクを建てて量を増やすことではないのかもしれません。なるほど。もしかすると、遠くの化石燃料に一極集中で頼る構造そのものをやめて、各地域、それぞれのコミュニティでエネルギーを生み出せる分散型のエネルギーシステムへと根本的に国の構造を作り変えることなのかもしれないです。非常に重要な視点ですね。あなたはどう考えますか？ぜひ、この機会に考えてみてください。日本にはなんと254日分の石油がある。そう聞くと皆さんどう思いますか？いや、ものすごく安心しますよね。でも、もしですよ、今この瞬間にもうガソリンスタンドで燃料不足が起き始めているとしたら、今日はですね、この奇妙なパラドックス、数字の裏に一体何が隠されているのか、その真実を皆さんと一緒に解き明かしていきたいと思います。じゃあ早速見ていきましょう。まずはこの数字から見てください。ドーンと254日。これが今の日本が持っている石油備蓄の総量なんですね。国が持っている分と民間の会社が持っている分、これを全部合わせてこれだけあると。数字だけ見ればもう世界でもトップクラスの備蓄大国ですよ。これだけあれば絶対大丈夫だろうって普通はそう思いますよね。でもここからが今回の話のミソなんですけども、これだけの安心があるはずなのに、なぜ中東からの最後のタンカーが日本に到着するそのずっと前からもうすでに僕たちの足元で燃料不足がじわじわと始まっているんです。一体何が起こっているんでしょうか。さて、この謎を解くための最初のピースがこちらになります。実はこの危機って海の上でタンカーが来なくなるとか、そういう話のもっともっと手前の段階で始まっていたんですね。問題の根っこは港なんかじゃなくて、僕たちの国内、その供給システムのまさに内部にあったんです。そう、すべての始まりはこれでした。石油の元売り会社、つまり大元がですね、出荷制限を始めたんです。
これから先ホルムズ海峡が封鎖されて石油が全く来なくなるかもしれない、その最悪のシナリオを恐れて各社が供給の蛇口をキューッと締め始めたわけです。これが僕たちが今感じている品薄感の最初の引き金になったんですね。しかもこのスライドが示すことってすごく面白いと思いませんか？同じ出荷制限という一つの行動が見る立場によって全然違うものに見えるんです。元売り会社にしてみればこれは将来のための当たり前の危機管理だと。でもガソリンスタンドとか僕たち使う側からすればなんだよそれ事実上の売り惜しみじゃないかってなっちゃう。このお互いの視点のズレ、認識のギャップが現場の混乱をさらに大きくしてしまっているんです。でさらに事態をややこしくしているのがこの数字なんです。製油所の稼働率がなんと 69.1% まで落ち込んじゃってる。ここで大事なのはこれ単純に原油の量が足りないという話だけじゃないんですね。中東から来ていたある特定の質の原油が手に入らないから生成して製品にしたくてもできないと。つまり将来のために出荷を制限しているだけじゃなくてそもそも出荷したくても物がないっていうもう二重苦の状態に陥っちゃってるわけです。こういう混乱を前にしてじゃあ政府は何もしてなかったのかっていうとそういうわけでもないんです。ちゃんと最初の対策を打ち出しました。ただこの一手なぜか現場には全然響かなかった。その理由を次のセクションで一緒に見ていきましょう。政府がまず考えたのがこれです。石油元売り会社に法律で義務付けられている民間備蓄、これを15日分軽くしてあげますよと。そうすればその義務から解放された分が市場に流れてくるだろうっていう計算です。なるほど、陸地の上ではねすごくスマートな解決策に見えますよね。ところが現実はそう甘くなかった。もうこの言葉が全てを物語っています。元売りが出荷制限を続ければ無意味である。そうなんです。いくら法律上の縛りを緩めてあげたところで大元の元売り会社が出荷の蛇口を閉めたままだったら市場には一滴も流れてこないわけです。机の上の計算だけでは現場は動かない。まさにそういうことですね。ここが今回の問題ですごく重要なポイントの一つだと思うんですけど、結局この政府の対策っていうのは在庫の帳簿に貼ってあったこれは義務ですよっていうラベルを剥がして自由に使っていいですよっていうラベルに貼り替えただけだったんです。物理的なものの流れそのものを強制する力はなかった。だからタンクの中には石油があるのに僕たちの車のガソリンタンクには届かない。そんななんとももどかしい状況が続いてしまったわけなんです。民間の備蓄がダメならいのいよ本丸、最後の切り札である国家備蓄の出番だと。でも実はここにこそ今回の危機における最大の落とし穴、一番のボトルネックが巡っていたんです。まず大前提として知っておかなきゃいけないことがあります。日本の国家備蓄、その 97% は実は未加工の原油なんです。これ料理で例えるならまだ畑に植わっている野菜みたいなもの。収穫して洗って切って調理しないと食卓には並ばないですよね。僕たちがイメージするような巨大なガソリンのタンクがあってそこから蛇口をひねればジャージャー出てくるなんていうものとは全然違うんです。このスライドがその長い道のりを表していますよね。政府がよし備蓄を放出しようと決めてもそこからが大変なんです。まず誰がその原油を買うのかを入札で決めて契約を結ぶ。次に巨大な備蓄基地から船で製油所まで運んでそこでドロドロの原油をガソリンとか軽油という製品に精製してで最後にやっとタンクローリーで僕たちの街のガソリンスタンドに運ばれてくる。これ一つ一つのステップにどうしても時間がかかってしまうんです。そしてその結果として生まれるのがこの最も恐ろしい空白の期間なんです。政府が放出を決定したのが3月16日。そこから実際に製品が市場に出回り始めるまでなんと2週間から3週間もかかってしまう。この助けが来ない空白の2から3週間、これこそが日本の経済をそして僕たちの生活をもう奈落の底に突き落としかねない最大の脅威なんですね。ではこの致命的ともいえる空白の期間に具体的に社会はどうなってしまうんでしょうか。その影響はもう待ったなしです。本当に即座にそして非常に厳しい形で現れてきます。真っ先に悲鳴を上げるのがこの国の経済をまるで血管のように隅々まで走り回って支えている物流業界です。トラックなどが使う軽油の価格、最悪のシナリオでは現在の倍以上、リッター300円を超えることもあり得ると言われています。これはもう尋常な事態じゃないですよね。でもそうなったらどうなるか。運送会社の実に 97% が赤字に転落してしまう衝撃的な数字です。でもこれはただ運送会社が大変だっていう話で終わらない。僕たちの生活に必要な食べ物や物資が何も届かなくなるかもしれないということです。日本のサプライチェーンそのもの自体が崩壊しかねないということなんです。じゃあそもそもなんでこんな事態に陥ってしまうのか。その根本的な理由がこの円グラフにギュッと詰まっています。見てください。日本の原油輸入実に 95% が中東から。僕たちはたった一つの地域、たった一つの海峡にこの国のエネルギーのまさに心臓を握られていた。それが紛れもない現実なんです。
さて、ここまで一通り見てきて、皆さんには何が見えてきたでしょうか。結局、僕たちが直面している問題っていうのは、こういうことなんですよね。石油備蓄は、ただタンクにどれだけあるかという量の問題じゃない。それをいかにスムーズに必要な場所に届けるかという流れの問題なんだ、と。254日分という数字は、まるで銀行口座の残高表示みたいなものなんです。そこにいくら巨額のお金があっても、ATM が壊れていて1円も引き出せなかったら何の意味もないですよね。今回の危機が僕たちに突きつけているのは、その数字の安心感の裏に隠された流れをいかに確保するのかという非常に痛烈な問いかけなのかもしれません。